東京南青山、華やかなブランドショップ街を抜けたところに根津美術館はあります。2万平方メートルもの敷地に広がる日本庭園。その一角に庭に溶け込むような平屋のデザインが根津美術館の展示棟です。手がけたのは建築家隈研吾さん。これまで30カ国を超える国々で公共施設や美術館など幅広く設計してきた日本を代表する建築家です。最初に考えたのは表参道の突き当たりみたいな場所にあるじゃないですか。で表参道を歩いてる時っていうのはやっぱ人間は、まさに資本主義のど真ん中にいるわけでね、お金のこととかファッションのこととかそういう現世的なことを考えているわけだけど、根津美術館の中に入ったら別世界で、そういう現世的なものとちょっと違う深い静かな世界に入れるようなアプローチが作れたらいいなって、まずアプローチのことをすごい大事に考えましたね。正門から入ると両脇を竹に囲まれたアプローチが現れます。全長およそ50メートル。歩く50メーターの中で自分の気持ちをカームダウンして、それで、少しずつ違う世界に入っていく準備をするみたいな、そういう場所にしたいなと思って、そのアプローチっていうのがまずどうあるべきか、それが美術館にとっては何か非常に決定的なものじゃないかなっていうふうに考えましたね。根津美術館が誇る日本や東洋の古美術を中心とした所蔵品7600余り。その中には国宝7件、重要文化財88件が含まれています。美術館の顔は柿椿図屏風。18世紀京都で活躍した尾形光琳によるものです。金箔の地に群青の青と緑青の緑だけで表された柿椿。大胆な意匠とリズミカルな配置で鮮明に描かれています。こちらは茶道が花開いた桃山時代に最高の茶碗と称えられた井戸茶碗。16世紀朝鮮半島で作られ日本にもたらされました。大きく開いた美しい形をしています。隈さんはこうした所蔵品を見せる光に特に苦心したといいます。根津美術館の場合はまず外交をですね、ああいう美術館で珍しく取り入れてるわけですよね。で外光が1階に入ってくるんだけど、その入れ方はやっぱりすごくある意味でコントロールして下地を深く出すことで、まず直射光は入らないようにして、で床でバウンドさせて入れてるので、床の石はその真っ黒ではなくてグレーの石にして、そのバウンドがある程度伸びるようなで、その光が2階の方の展示室にかすかに入っていくみたいな、そういう光のグラデーションをデザインする、そこのところがまず光においては第一のステップで、その後それに人工光を混ぜていくんですけども、自然光と人工光っていうのは対立するんじゃなくて、自然光が自然に人工光に移り変わっていくみたいな感じの光の
光の階層っていうか、そういうものができたような気がするんですよね。それから人工光自身が実は色をコントロールすることもできたりとかですね、単に照度をコントロールするだけじゃなくて、もっと微妙な調整ができる。でそこに飾るものによって例えば陶器をかける時とか、それからもっと和紙のものとか、そういうものによって光の色が調整できるようにというようなことをしてので、それが僕は日本の美術とかアート作品っていうものがそういう繊細さを、そのものが繊細さを僕に要求しているような気がして、そういう対応をしたんですよね。隈さんは設計する上で美術館スタッフと6年に及ぶ話し合いを重ね、美術館の持つ力を改めて考えたといいます。僕は美術館ってシークエンスだと思うわけですよ。やっぱ一つの流れだ、体験の流れだと思うんですよね。美術館、街から美術館に入ってきて、で美術館の中をずっと歩き回っていろいろなものに出会ってまた出ていくっていう一つながりの流れであって、それは箱っていう荒っぽい概念ではなくて、一つの人間にとっての体験の連鎖みたいな、とても普通に建築にはしにくいような微妙なものが美術館の中に実は込めたいなというふうに思ったんですね。僕らが美術館の中に入ってそのアートを見てそこを歩くと、僕らの生活ってこれでいいのかなとか、その僕らの日常の生活についていろいろ考えるんですよね。でその美術館を体験することで僕らの生活が変化していってんじゃないかなと実は思うんですよね。だからそういうふうに今の現在っていうものを変える力が美術館というのにはあるんじゃないかな。現代の生活ってものをリデザインする力が美術館にはあるんじゃないかなと思うんですね。